もし家族が犯罪を犯していると知ったらあなたはどうしますか？遡ることおよそ19年前の2003年、舞台は中国重慶市。高級クラブハイライトはこの日も多くの来客で賑わっていました。業界屈指の美人ホステスを揃え、財界の著名人も御用達。男性たちが憧れるきらびやかな世界がそこには広がっています。35歳のオーナーワン・ジーチはこのハイライトをはじめ10店舗以上を展開するやり手の女社長。経営陣には彼女の兄弟たちも名を連ね、ワン家は業界でよく知られた一族でした。しかしそんな華々しい経歴の兄弟たちには不穏な噂も。この日のハイライトではそのことを象徴する事件が起こったんです。突如として店を飛び出し非常階段を駆け上がる一人のホステス。もう限界！彼女はそう叫ぶと8階から飛び降りたんです。突如として8階から身を投げた高級クラブのホステス。彼女をその選択に追い込んだ経営者一族のその所業とは？きらびやかな世界のその裏に隠されていたものは、司法も恐れない悪行の数々だったんです。おざっす。2ヶ月前だけど今年もクリぼっち無理やり闇子と過ごそう。ケンちゃんです。予測が早いわな。長野パープルにハマってます。エミンコです。ぶど最近さ、巨峰じゃなくて長野パープルってよく聞くのよね。う？何パープルのこと？巨峰より大きいのよ。巨峰も巨峰じゃないね。中峰だね。本日ご紹介するのは中国を騒然とさせた高級クラブのオーナーワン・ジーチについて。彼女は兄弟と共に経営を軌道に乗せたんですけど、実はその裏ではね、とんでもない悪事を働いていた、そう言われているんです。こんな悪どい商売してたんやな。気になるわね。悪いとかね、悪どいとかね、もうそんな言葉じゃ足りないぐらいのね、ことを裏でやってたんです。何この兄弟の犠牲となった人数は数知れず、一体この兄弟裏でどんなことをしていたのか、早速見ていきたいと思います。兄弟の歩み。遡ることおよそ12年前の2010年8月11日、中国重慶市。裁判所である一人の女性に判決が下されようとしていました。彼女の名前はワン・ジーチ、35歳。高級クラブのオーナーを務める女社長でした。厳粛な空気の中、口を開いた裁判長は一言、淡々とこう告げます。判決、ワン・ジーチを死刑とする。さらに従業員だった彼女の兄弟にも判決が下されました。ジーチの兄、ティンファ、そして妹のワンインとチョンの3人は全員無期懲役に。結果として兄弟全員が一生表社会に出られないことになってしまったんです。一体彼らはどんな罪を犯したというんでしょうか。1974年、中国重慶市でジーチは5人兄弟の3番目として生まれました。先ほど紹介したのは4人でしたが、実は他に長男もいたんです。兄弟が5人いるとあって、ワン家は賑やかな家庭でした。といっても家族団らんがある微笑ましい家庭というわけではありません。お兄ちゃん、学校に気に入らない奴がいるの、今度閉めちゃってよ。ああ、二度と学校に来れないようにしてやるよ。談笑しながら道行く兄弟を村人たちは眉を潜めて見ていました。またショーンハイズたちが来たわよ。柄が悪いったらありゃしない。ショーンハイズとは中国語で熊の子のように手がつけられないという意味で荒くれ者を揶揄した言葉なんです。ジーチら5人兄弟は村でも有名な不良でした。農家を営んでいた彼らの両親は子供を5人育てるため休みなく働いていました。加えて学校に通ったことのない両親だったこともあり、子供のしつけが行き届いていない部分も多々あったんです。両親がちゃんと子供たちをお世話しきれてなかったのね。そうなんですよね。消極的ネグレクト状態にあったと言われているんです。消極的って言葉がつくと聞いたことないわね。ネグレクトはあるけど、ネグレクトにはですね、大きく2つ種類があるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、ネグレクトについて。ネグレクトとは虐待の一つであり、日本では特に育児放棄を指すことが多いんです。種類は大きく分けて、子供の面倒を見る余裕があるにもかかわらず、育児を放棄する積極的ネグレクト。知識・経済力の不足や病気のために育児ができない消極的ネグレクトの2種類。両親に知識や余裕がなかったジーチたちの家庭は消極的ネグレクトに当たるんです。子供は両親とのやり取りを通じて他人とのコミュニケーションを学んでいきます。そのため、幼少期にネグレクトをされていると、適切な対人関係の築き方が身につかず、大人になってからの人格形成などその後の人生に重大な影響を及ぼすんです。意図的じゃないネグレクトもあるってことよね。ちゃんとお世話したいんだけど見切れないみたいな。家庭環境ってね、やっぱ自分じゃ変えられないところでもあるじゃないですか。そうね、子供の力じゃなかなか変えづらいわね。良くも悪くも親を選べないんでね、
難しい状況ではあったことは確かなんです。こうしたね、劣悪な環境で育った兄弟っていうのはどんどん手に負えない存在になっていくんです。ワン家の5人兄弟は全員が子供の頃からやりたい放題、学校でのいじめをはじめ窃盗やストーカーまで手を染め、村人から揃って嫌われる存在となっていきました。兄弟5人全員が高校を中退し、働きもせず地元の不良たちとつるむ日々。特に長男はヤクザとして名を上げ、ただただ喧嘩に明け暮れていました。じいちはそんな兄を見て、兄ちゃんかっけーと尊敬していたそうなんです。バカもう。ところが長男はある日、越えてはいけない一線を越えてしまいます。てめえどういうつもりだ。些細なことからある男性と口論となり、いつものように喧嘩を始めた長男。ところがその日はいつにも増して殴り合いがヒートアップ。長男はなんと喧嘩の相手を殴り殺してしまったんです。そして逮捕された長男に下された判決は死刑。長男は殺人を犯したとはいえ、それは喧嘩の延長線上のこと。殺意があったわけではないため、通常はここまで重い罪に問われることはありません。ところが、この時はそんな事情は考慮されず、故意の殺人とみなされたんです。これは地元でも有名な悪だった兄弟に対する見せしめだったと言われています。見せしめのためだけに死刑にすることなんてあるの？国やね、時代が違うっていうのもあるとは思うんですけど、我々からすると信じがたいような話ですよ。ですがね、この死刑っていうのは、じいちにはすごい心に来たものがあってですね、不良のグループを脱して違う道を歩み始めるんです。じいちの詳細。兄弟の中でも特に容姿端麗だったじいちはつるんでいた不良たちからもモテモテ。10代の頃は男を特会引っかいして遊びほうけていたというんです。しかし長男の死刑を受け、じいちは考えを改めました。私、事業を起こすことにするわ。そう一年発起したかと思うと、一生懸命に貯金をし始め、1994年20歳の時に自分の美容院をオープンさせるんです。四女のワインと共に経営し始めたこの美容院は2人の努力もあって一躍人気店となりました。この調子で新規事業をどんどん立ち上げるわよ。そう勢いづいたじいちはここから美容院や喫茶店などを中心に10店舗以上も展開していくんです。これまでの素行の悪さからは予想だにしない詳細が開花した瞬間でした。そんな中でもじいちが一番に力を入れたのが高級クラブハイライト。ハイライトは重慶の中でも指折りの高級クラブに育ち、客層には財界の著名人も名を連ねていました。ホステスのために24時間警備のある社員寮も完備され、グループ全体のコア従業員は約80人という立派な会社に。こうして成功を収めたじいちは兄弟全員を経営陣に招き入れ、さらなる業績アップを追い求めていきます。結果、彼女が15年間で稼いだ金額は日本円にしてなんと40億円。不良娘から一気に出世してんじゃないのよ。まさに憎まれっ子世にはばかるってやつじゃない？おっしゃる通りですね。ちゃんとね、あの状況から構成して結果を出すっていうのは素晴らしいんですけど、実はこの成功の裏には深い闇があったんです。高級クラブの正体。じいちが最初に美容院を始めてから9年経った2003年のある日、彼女の努力の結晶ともいえる高級クラブハイライトはこの日も多数の来客で賑わっていた。豪華絢爛な店構えと美人ホステスたちが出迎える魅惑の空間がそこには広がっている。しかし今夜はそんな空間に不似合いな慌ただしい足音が響き渡っていた。ホステスの一人シャオチェンが非常階段を必死の形相で駆け上がっていたのだ。そして8階へたどり着いた時、彼女はつぶやいた。もう限界、とても耐えられない。なんとシャオチェンは8階から身を投げてしまった。飛び降り自殺？そうなんです。幸いにも彼女は命からがら助かってですね。ですが、半身不随になっちゃったんです。何があったのよ。お客さんに変なことでもされちゃったの？そうではないんです。実は彼女のね、この行動のきっかけを作ったのは経営者であるじいちだったんです。じいちはハイライトをはじめ10以上の店舗を経営していました。その業務形態は美容院や喫茶店など多岐にわたっているように見えます。しかし実は蓋を開けると行っている業務形態は全て同じでした。一体じいちはどんな店を経営していたのか。それを知るにはじいちが20歳の時、最初に美容院を開いた頃まで話を戻す必要があるんです。当初、じいちは妹と2人で一生懸命美容院を切り盛りしていたんですが、実は経営は全くうまくいっていませんでした。彼女は流行っていたというだけの理由で美容院を始めたので、ノウハウも何も持っていなかったんです。では彼女はそこからどうやって成功してみせたのか。実はこんなアドバイスをする人物が現れたんです。お姉ちゃん、あんた店の中にいるだけで客が来ると思ってんのかい？そんなんじゃ来ないよ。じゃあ店の外でお客さんを集めればいいの？何バカなこと言ってんだ。ポン引きをやるんだよ。彼が言っているポン引きとは何を意味するのか。それは売春斡旋。
信じられない話なんですが、当時重慶の美容院ではお客さんを集めるため隠れて売春を行っていることも少なくなかったんです。ジーチはこのアドバイス通りに売春斡旋業を開始すると、店の業績はみるみる上がっていきました。なんだ、お金を稼ぐのって簡単なのね。そうつぶやきオクソ M ジーチ。彼女はこの時売春斡旋業の味を占めてしまったんです。じいちが10店舗以上も展開してたのってさ、全部そういうことなの？そういうお店だったってことなんですけど、ジーチはね、悪の道から足を洗ったかのように思えたんですけど、足洗ったと思ったら次手を染めに行くんですよ。ジーチは美容院で儲けたお金で喫茶店や高級クラブなど他の業種の店も始めます。しかしそれらは表向きの姿で、裏では全て売春斡旋業をやっていたんです。もちろん高級クラブハイライトもそうなんです。1階こそクラブを装っているんですが、2階以上にはいくつもの個室があり、部屋の中央にはダブルベッド、中身は完全に売春宿でした。ただジーチが成功を収められたのには、単に売春斡旋を始めたからということだけではないんです。売春斡旋を軌道に乗せるにもまた大きな課題がありました。自ら売春婦になろうとやってくる女性たちは正直大半育ちがいいとは言えません。素行が悪かったり、髪型や服装が派手だったり、背中に入れ墨を入れていたりと、一癖も二癖もある女性ばかりでした。そんな女性は客の評判が悪いだけではなく、お金をある程度稼ぐとすぐに辞めてしまうんです。経営を軌道に乗せるためには、美人でいつまでも働いてくれる売春婦が必要。そこでジーチは悪魔のようなことを思いつきます。そうだ、従業員はさらって強制的に働かせればいいんだわ。従業員をさらってくるってどういう発想なの？本当にジーチは同じ女性でありながらも金儲けの道具としてしかね見てなかったんですよ。信じらんない。そして彼女は女性を強制労働させる悪魔の仕組みを作ってしまうんです。ジーチは当初10代の頃につるんでいた不良仲間のつてを使って売春婦をスカウトしていました。しかしそれでは素行の悪い女性しか集まりません。そこで今度は街で見かけた一般の女性をターゲットに好待遇の仕事を紹介すると適当な嘘をつき、売春の世界へと引きずり込んでいったんです。時にはそんな説明すらもすっ飛ばし、強引に拉致して働かせていたこともあったというんです。売春婦となった女性たちの生活は地獄そのものでした。社員寮完備といっても、その実態は10人以上が同居するすし詰め状態の部屋。なんと窓すら用意されていないんです。いや怖すぎだろそれ。24時間警備されているのは女性たちを守るためではなく、逃げ出さないように監視するためだったんです。携帯電話をはじめとした通信機器は没収され、外部との接触も禁止されていました。給料もごくわずかで全く自由はありません。さらには生理中や中絶後など体調には一切お構いなしで働かせる鬼畜ぶり。人として扱ってないわね。ひどすぎよ本当に劣悪な環境なんですけど、さらなる地獄がですね、月1回行われる従業員を集めた総括会議。ここがねもう本当にやばいんです。ハイライトの建物内に響く女性の悲壮な叫び声。建物の一室には顔に大きなあざを作りうなだれる女性と、それを見下ろすジーチの姿が。ジーチはにやりと北総 M と女性にこう言い放ちます。ここでちょっと反省してな。そう言うと女性を置き去りにして部屋を後にするジーチ。この女性は先月のノルマを達成できなかった売春婦でした。月1回の総括会議では従業員の成績チェックがあり、ノルマが達成できなかったもの、客からクレームを受けたもの、そして逃げ出そうとしたものには監禁と激しい体罰が待ち受けているんです。おいジーチ、あんまりやりすぎると死んじまうぞ。兄のティンファにそう言われたジーチはすぐさま後悔します。従順でない女を飼うくらいなら殴って殺す方がマシよ。ジーチの体罰は壮絶なもので、時には本当に殴りすぎて殺してしまうこともあったといいます。しかしそれが逆に見せしめとなり、従業員も容易に逃げ出そうなどと考えなくなっていたんです。そうしてジーチの下で強制的に働かされた人数は15年間で2000人以上。暴力被害に遭った女性は300人に上ると言われているんです。もちろん一緒に働いていた兄弟たちもジーチのやり方を知っていたんですが、血気盛んな彼らはジーチのことを咎めるどころか一緒に楽しんでいたくらいなんです。ここまでむごいやり方しててさ、15年もバレなかったってさ、女性たちの家族とか何も言ってこなかったのかしら。ジーチは変なところに頭が働くんで、その点もねきっちり対策してたんです。手玉に取るジーチ。ハイライトに連れてこられた女性たちの家族には、店まで出向いて女性を救おうとした人や警察やジャーナリストを頼りにジーチの悪事を暴こうとした人も当然いたんです。しかし彼らも最終的には諦めざるを得なかったんです。なぜならジーチのバッグには暴力団がついていて、彼女の邪魔をすればたびたび嫌がらせを受けることになるから。そしてジーチが味方につけていたのは暴力団だけではありませんでした。
ようじいち、元気にしてたか。あらタオさん、いつもありがとね。この日、ハイライトを訪れたのは常連客のチェンタオ。しかも彼はただの常連客ではなかった。さあ、奥へどうぞ。じいちが案内したのは、その他の部屋より豪華に彩られた VIP ルーム。女性もタオの好み通りの数人を手配済みだった。しばらくしてサービスを堪能し終わったタオが部屋から出てくると、彼にすかさず駆け寄るじいち。タオさん、これいつもの。ああ、いつも悪いね。店を後にしたタオの懐には数万元の現金が入れられていた。これってさ、タオって人が何者かっていうところでしょ、何者なのこの人。結構勘のいい人だったらどういう職業の人か分かるんじゃないですか、うん、予想できたねメトラの皆さんだったら分かるかもしれないんですけど、絶対にハイライトみたいなところにね来てはいけないような職業の人物だったんです。ハイライトを訪れた常連客のタオの正体はなんと重慶市の公安局長。ジーチは店に来るタオに対し毎回えりすぐりの女性をあてがい、さらには100万円前後を賄賂として渡していたんです。このほかジーチは公安局副局長など警察組織の権力者数名に賄賂を渡していました。このようにジーチは公安トップ、そして暴力団という重慶の表と裏のトップを味方につけることでありとあらゆるトラブルをもみ消していたんです。ちょっと警察のトップまで味方つけちゃったの無敵じゃないの。だから警察とかジャーナリストに訴えかける人がいても全部もみ消されちゃってたのね。そうなんです。ですがね、やっぱり悪事はバレるんです。ジーチについに終わりの時がやってきます。ある日、いつものように店にやってきたタオがジーチにこんな話をしました。最近ちょっと上が厳しくなってきたんだ。しばらくはおとなしくしておいた方がいいぞ。そう、わかったわ。ありがとうタオさん。ただ、ジーチの内心は違っていました。今までだってタオさんが何とかしてくれてたし、きっと平気だわ。しかし、その慢心が文字通り命取りだったんです。2009年8月7日午後11時、いつものように営業していたハイライトに物々しい雰囲気の叫び声が響きました。動くな警察だ。一斉に店の中になだれ込んだ警察官の数はなんと200人。何なのよあんたたち、こんなの聞いてないわよ。そう、いつもであればガサ入れの情報はタオから極秘に知らされるので、その時だけ健全な経営を装えばよかったんです。しかし今回のガサ入れはタオに知らされず決行されたものでした。当時中国政府は暴力団との関わりのある企業の撲滅に力を入れていました。その流れからタオのような裏社会とのつながりを怪しまれている幹部には何も知らされない捜査が行われていたんです。さらに公安にもたらされるハイライトの垂れ込みもタオには手に負えないほどの数になっており、ジーチの悪事が明るみになるのももはや時間の問題だったというんです。結局この一件でジーチらハイライトの従業員だけではなく、タオをはじめとした公安幹部や暴力団の組員らも軒並み検挙。こうして重慶の裏社会を覆っていた巨大な闇が一挙に晴らされることになったんです。2011年12月には判決通りにジーチの死刑が執行されました。そして現在ジーチの被害に遭った女性たちの大半は解放され幸せな生活を送っています。しかし中には精神疾患を患ってしまった人や行方不明のままになっている人も。熊の子のような荒くれ者と呼ばれたジーチら兄弟たち、倫理観が育たないまま大人になり警察組織すらも巻き込んだ彼らが残した傷跡はあまりにも深いものでした。改めて子供の生育環境を整えていくことの重要性を強く思い知らされました。